どうもお疲れ様です。ババログです。年が明けて2025年になったばかりですが、もうすぐまた12月が来て2026年になります。2025年は昭和100年50歳という節目になるので、しっかり計画と目標を立てて実現するための1年にしようと、2024年の終わりからいろいろと準備を進め、ますます人生を楽しんでいくために意識改革をしようと取り組み始めていました。自分で言うのもどうかと思いますが、生きていくために必要なある程度のことは大体できてしまう器用貧乏なところがありまして、頼むくらいなら自分でやるっていうことをずっと今まで続けてきていたんですが、いつもキャパオーバー的に生活をしてしまっていました。ここ 2,3 年はありがたいことに YouTube を見てアクセサリーを購入してくれる方も増えてきて、本業のアクセサリーの仕事を優先しているがゆえに YouTube を更新したくてもなかなか更新ができないというやりたいことが多すぎて、どちらも前に進まないという1年を過ごしていました。今の悩みを解決して目標を確実に達成するために、私に必要なマインドは何でも一人でやろうとしないということです。長く生きているとお金より時間の方が大事だと思うようになってきました。自分でやればそれはやっぱりお金はかからず稼ぐことはできるんですが、時間はどう頑張っても稼ぐことができません。自分じゃなくても大丈夫な仕事を頼むことで、自分にしかできない仕事に時間を当てられるようになり、結果的に全体としてプラスになると考えています。2025年の自分にしかできない大きな目標は YouTube の更新頻度を上げるということです。ババログというチャンネルの YouTube の編集はやっぱり私にしかできず、2025年は撮影や編集にもっと時間を作っていきたいと思っています。またなんか買わなあかんか。ファッション関係をメインにやっていくのは変わらないのですが、自分の好きな服を紹介しているだけでアドバイスもできず、あまり参考にならないファッション番組になるので、ファッションチャンネルとして20万人はなかなか難しいと考えて、今年は人生を楽しむためにも旅行や美味しいお店の発掘もして Vlog も充実させていきたいと思っています。そんな欲張りな人生を全て実現するためには、まずは健康第一に考えるということです。私は膠原病の SLE という病気を20年以上抱えており、人よりいろいろと心配される事態に陥ることがたまにあります。美味しいお店を巡って好きなものばかり食べて YouTube で紹介するのはいいけども、粉もん炭水化物大好きな根っからの関西人なので、栄養が偏ってしまって体を壊したり太ってしまっては服もおしゃれに見えないので、自宅にいるときは栄養バランスの取れた食事をとることを心がけるようにしています。そういったものの一人で在宅ワークをしていて、時間のメリハリがつかず、ご飯を食べるタイミングはバラバラで、ずっと家にこもっていつまでも仕事をしてしまう私にとっては、ご飯を買いに行く、準備をする、片付けるの時間はできれば仕事に回したいと思うタイプなので、結局家でも簡単にできる麺類、一品のみのレトルト食品に頼ってしまうことが多いです。そんな私の強い味方になってくれているのが、2022年に初めて紹介させてもらってからずっと継続して続けてもう3年目になるナッシュの冷凍のお弁当です。自分で調理する必要もなく冷凍で届くので、電子レンジで温めるだけでいつでも簡単に食べられて、しかも栄養バランスのいいナッシュはなくてはならない存在になっています。ナッシュは紹介するたびに右肩上がりに成長していて、現在累計販売数9000万食を突破し、最近ではテレビや CM でも見かけるようになってきて、すでにご存知の方も多いかと思います。最近の市販の冷凍食品の技術の高さについては実感されている方も多いと思いますが、ナッシュももちろん本当に冷凍とは思えないくらい美味しいので、需要も拡大していってるのも納得です。おすすめできるポイントとしては、自社専属のシェフ、管理栄養士がメニューを開発しており、美味しさにもこだわった100種類のメニューから好きなメニューが選べるので飽きることがなく、通常の料理より糖質、塩分が控えられ、すべて糖質 30g 以下、塩分 2.5g 以下になるように栄養管理された栄養バランスのいい冷凍で届く宅配食になっています。
ナッシュの注文方法は6食、8食、10食のプランの中から自分の好きなプランを選べます。さらに新商品が登場し続けるので飽きることなく健康的な食生活を送ることができます。また本当に種類が多いので迷った時は牛、豚、鶏、魚、他の食材など食材別に選べたり、脂質、糖質など成分の少ないものから選んだり、嫌いなものはフィルターでカットしたり、もう選ぶのめんどくさいからお任せでという機能も追加されて、とても選びやすいシステムになっています。私はお気に入りのもう間違いのないメニューが決まっていて、同じものばかり注文しているんですが、ちょっと贅沢なプレミアムメニューというものができたので、頑張った時用に注文しておくっていうこともたまにしています。ハンバーグは正直どれを選んでも間違いがなく、メインの主菜が美味しいのは必須なんですが、脇役である3つの副菜のクオリティもむちゃくちゃ高く、普段一品で済ませてしまいがちな私にとっての影の立役者はこの副菜たちです。自分では絶対に作ることのないちょっとした小料理ばかりで、1日30品目食べるのはなかなか難しいですが、このナッシュのお弁当一つで近づけるのは本当にありがたいです。栄養バランスの取れた食事をとることは体にいいだけではなく、お肌にも関係してくることなので、料理が苦手でめんどくさがり屋な私には本当になくてはならないサブスクになっています。私は一人暮らしなので結構便利なサービスなのですが、家族がいて毎日ちゃんと料理をして自炊をする方でも、一人でお昼ご飯を食べるとき、今日は疲れたから帰ってご飯を作るのもしんどいなと思うときや、たまにサボりたいときは、冷凍とは思えないほど美味しくて栄養バランスの取れた食事を手軽にとることができるので、それぞれ1人分作るために食材を余らせることもなく、コンビニやスーパーで惣菜を買う時間も省いて、冷凍庫に入れておくだけで手軽にすぐ食べることができるので、最初に言っていた私の今年大事にしたい時間の有効活用と食材ロスのことも考えると、本当におすすめなサービスになっています。前回紹介した時にコメントでお弁当のサイズについて質問されて、これは結構重要な情報だったと思ったので、今回お伝えさせていただきます。お弁当のサイズは上から見たサイズで、縦が 16.5 センチ、横が18センチ、深さが 4.5 センチとなっています。冷凍庫にどれくらい空いたスペースがあるかで判断して、プランや配送間隔もマイページから簡単に変更ができ、まだ残ってるから次はいいやとか、最近ではふるさと納税で急に冷凍食品が届く問題などもあるかと思うので、そういう時は冷凍庫の状況を見て配送間隔を期限なくスキップできたりするので、必要な時だけ注文でき、1年間の賞味期限もあるので、置いておいても無駄にすることがなく、結構自由の利くサブスクだと思っています。あとナッシュクラブという会員割引制度というのがあって、10食プランの場合最初1食あたり税込み599円になるんですが、買えば買うほどお得に購入ができるようになり、会員ランクがアップしていきます。私はすでに最高ランクのランク18に到達して、1食あたり税込み499円と、最近ではコンビニでもなかなか買えないワンコイン弁当になりました。コンビニのお弁当もその日好きなものを選んで温められて手軽ですぐ食べられますが、家に持って帰って食べるとだいたいプラスチックの容器になっているものが多いので、分別が必要となってきます。その点、ナッシュのお弁当の容器は燃えるゴミとして出すことができるので、ゴミの分別の手間も省けます。私はふるさと納税するなら今欲しいものを買うタイプなので、その時食べたいか分からず冷凍されて届いても、多分食材を解凍して待つ時間、それから料理がめんどくさくてできないと思うので、いつも冷凍庫はナッシュのためだけに使うので10食プランにしています。今回ももちろんナッシュは気になっているけどまだご利用いただいてない方に向けて、視聴者様限定の大変お得な最大5000円オフのクーポンを発行していただきました。1回目の購入時に2000円オフとなり、継続して2回、3回、4回とご注文いただくごとに1000円オフになるという内訳になっております。
まず一度試しやすい初回6食選択の場合は6食分の合計金額から2000円オフのクーポンのご利用で1食あたりなんと税込み365円でうわお得に購入できるので美味しそうテレビでご覧の方はスマホで QR コードやこの動画を検索して概要欄から詳細をぜひチェックしてみてください。以上、本日は今年の目標とナッシュの宅配食サービスについてご紹介させていただきました。とにかく今年も苦手な料理を上達させようという気持ちは捨てて、家にいる時はナッシュのお弁当に頼りまくって動画制作に時間を回して2月からしっかり更新していくつもりなので、今年もババログをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。あ、おいしいこれ。